M1MacBook Pro 本当に買ってよかったです。 Drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes. But I got up out of the hopeless. Yeah, I got over you last night. こんばんは、しろです。 M1 プロチップを搭載した MacBook Pro 14インチ、毎日仕事に、そして趣味の動画編集に大活躍してくれています。これはね、購入してめちゃくちゃ満足度が高かったです。まず僕が購入したモデルをご紹介すると、これは一番安いモデルになってます。僕はね、MacBook Pro をずっと使ってきているんですけれども、常に一番安いモデルを買い替えっていう感じで使っています。スペックは一応ね、ご紹介しておくと、14インチで M1 プロチップを搭載していて、これは6つの高機能コアと2つの高効率コアを搭載した8コア CPU で、メモリは 16GB のモデルになります。なんでそんなに満足しているのかっていうのを一つずつ理由をお話ししていくと、まずは1つ目がバッテリー持ちですね。買い替える前は MacBook Pro 13インチを使っていました。これがね、思いのほかバッテリーは持たなくて、だいたい6時間ぐらい外で作業しているとバッテリー切れを起こしてしまいます。新しい M1MacBook Pro なら僕の使い方であれば 2,3 日余裕でバッテリーが持ってくれます。出張の時も1泊ぐらいなら充電器を持っていかなくなりましたね。出張の荷物を減らしたい僕はめちゃくちゃ嬉しいです。1年使って最大容量は 96%、 純正ケーブルは使ったことがなくて、充電は主にアンカーのAC アダプターから、2マスの USB-C ケーブルを使って充電を行うか、自宅の場合はデルのディスプレイの給電機能を使って充電を行っている状態です。この辺ね、ちょっと前にツイッターで話題になりましたけれども、最大容量がね減っているみたいな、で純正ケーブル使ってないからだみたいな話がありましたが、僕は純正は1回も使ったことがないんですが、そのぐらいの最大容量になっています。思っていたよりも最大容量があるので、しばらく買い替えなくてもいいんじゃないかなっていう感じですね。前はね、だいたい1年に1回ぐらい買い替えてて、それはバッテリーが劣化してしまうからなんですよね。古いのはサブとして一応置いておくっていう感じですね。こうしたね、無駄というか買い替えのサイクルがちょっと遅くなるっていうのは個人的には嬉しいですね。満足度が高い理由の2つ目は、動作がサクサクしてるって感じる点ですね。インテル Mac からの買い替えだったので、動作はすごくサクサクになったかなと感じています。動画の書き出し時間でいうと体感3分の1ぐらいの時間ですかね。書き出ししながらサムネを作れるぐらい動作には余裕があるかなというふうに感じています。で、前までだったらそんな使い方はできなかったんですけれども、いられで100メガ以上のファイルを開いても特に重たいなっていうふうには感じませんね。Photoshop は前から複雑なことをしていないので、ちょっとね、この辺早くなったのかなっていうのはわからないんですが、いられに関しては爆速になったなっていうふうに感じています。あとは Word とか Excel とか PowerPoint とか、そういった Microsoft Office のソフトを立ち上げる速度っていうのも前よりもちょっと速くなったかなっていうふうに感じますね。インテルの時ってなかなか立ち上がらなかったんですけれども、今は、ちょっとは時間かかりますけれども、比較的すぐに立ち上がってくれます。Apple の純正アプリの立ち上がりに関しては爆速ですね。前よりもメモとかカレンダーっていうのはすごく使うようになりました。ただ Google Chrome などメモリをゴリゴリ使う系のソフトっていうのは結構重いですね。これはメモリを 32GB にしても改善しないのかもしれないですけどね。Slack とかチャットワークっていうソフトに関しては、使ってる方多いと思うんですけれども、結構重く感じますよね。メモリ不足を知らせるアラートはインテル時代よりも多く出ている印象です。これは常駐アプリを切ったり、使っていないアプリは終了させるといった工夫で解決できるので、総合的には満足しています。満足度が高い理由の3つ目は、ファンが回らないってことですね。一応ファンはね、ついているんですけれども、回っている音っていうのはほとんど聞かないですね。買い替える前のインテル MacBook Pro はしょっちゅうファンがブンブン回ってる音がしていたんですが、今の Mac は全くしないです。これは嬉しいですね。動画の書き出しをしていてもファンは回らないですね。僕の動画は基本的にフル HD で書き出ししているんですが、その時にファンが回っている音っていうのはほとんど聞かないですね。たまにフリーズっぽくなるとファンが回ったりするんですが、いられを使っていても Photoshop を使っていてもファンが回っている音っていうのは聞いたことがありません。これはね、僕の使い方がライトなだけかもしれないんですけどね。ただね、ファン自体は全然回らないので、とても静かなマシンだなっていう風に感じます。続いて4つ目なんですけれども、タッチバーがマジでいらんっていうことですね。タッチバーはマジでいりませんでした。上手に使える人はタッチバーがあることで便利に使えていたのかもしれないんですけれども、どちらかというと保守的な僕は全くタッチバーって使いこなせません
でした。特にファンクションキーについては配置は同じはずなのに物理的なキーがないだけで最後まで感覚的な位置を把握することができなかったんですよね。物理キーになったのでタッチタイピングができるようになりました。これだけでも買い替える意味は個人的にはあったかなと思います。なので M2 搭載の MacBook Pro 13インチは安いですけれどもちょっと選択肢には入らないかなっていう感じですね。ここはこうしておけばよかったなっていうのもお話ししていくと、それはねストレージとメモリなんですよね。一番安いものを何も考えないで購入している僕は今までストレージ不足を感じたことっていうのはなかったんですよ。それがね昔 64GB の時代でも 128GB の時代でも 256GB の時代でも 512GB の時代でも感じたことはありませんでした。これはね時代とともに最低のストレージがどんどん上がってきているっていうのもね要素としては大きかったのかなと思います。ただ今動画の編集をするようになってマジでストレージ容量が足りないんですよね。動画の編集を始める前は YouTuber とかがねストレージはてんこ盛りにして買うみたいなのを見てそんなにいらないでしょ 500GB もあれば十分でしょって思ってたんですが今はマジで必要だと感じます。例えば先日の RPSA のデニムの動画だと素材と完成動画を含めてだいたい動画1本あたり 30GB ぐらい、この他に仕事で必要なアプリとかファイルとかもあるので結構一瞬でストレージがいっぱいになってしまいます。僕はあんまり整理整頓が得意ではないので少なくとも 1TB にしておいた方が良かったのかなっていう風にストレージ面に関しては思っています。ただね 1TB にしたら下でストレージがいっぱいになりそうな気はするんですけどね。あとはさっきも言ったんですけれどもメモリ不足のアラートが週1ぐらいで上がってきます。これはねメモリを増やしておけばよかったかなってちょっと後悔してますね。常駐アプリを制限したりすることでメモリ不足のアラートが出ないように対策はしているんですが結構面倒なんでメモリを増やしておけばよかったかなって思いますね。メモリ不足のアラートが上がるときはだいたいねドロップボックスとか Chrome がゴリゴリ動いてる時なんですよね。これらのアプリをうまく管理するっていうのもね一つポイントになってくるのかなと思います。毎回アプリを終了するような律儀な人ならメモリ不足は気にならないかもしれないですね。あと多分サファリがメインブラウザって人も大丈夫だと思いますね。この辺は検証していないんで確かなことは言えませんが Photoshop とかいられプレミアプロアクロバットなど Adobe のアプリを開きっぱなしで Chrome で素材探しをしているぐらいだとメモリ不足のアラートは上がりません。作業用のフォルダはドロップボックスに置いていてこれはね上書き保存とかするとドロップボックスがこうバックグラウンドで更新するのでこの時にアラートが上がるっていうのが結構個人的には多いかなっていう印象ですね。で最後にいまいちなポイントっていうのもねしっかりお話ししていこうと思います。まずは現在円安の影響でめちゃくちゃ価格が上がっているっていうことですね。僕が大学生の頃 MacBook Pro は10万円未満ぐらいで買った記憶があるので単純比較はできないですが3倍近い値段になっています。高いですよね。使ったことがないから分かんないんですがもしかすると MacBook Air でも満足できるのかもしれないですね。2つ目は重量が重いっていうことですね。年々 MacBook Pro の重量が重くなっていっています。僕が初めて MacBook Pro を買った大学生ぐらいの頃2010年ぐらいだと思うんですけれどもその時重量はだいたい 2kg ぐらいありました。そこから CD スロットがなくなったり、いろんな端子がなくなっていったりして徐々に軽くなっていって最終的には 1.4kg を切るぐらい 1.38kg とかまでね軽くなったような記憶がありますね。ただ今は 1.6kgちょっとのね重量差ではあるんですが結構重く感じますね。 M2MacBook Air を使えっていう話なんですがこれもねなかなか重量はあるんでもうちょっと軽くなってほしいなっていうのが正直なところですね。で3つ目に関しては画面が小さいっていうことですね。これに関しては Apple は何にも悪くないんですが14インチはやっぱり画面が小さいなというふうに感じます。一時期16インチの MacBook Pro を使っていたこともあるんですがこの時は MacBook の画面が広くて MacBook だけで作業が全て完結できるぐらい快適だったんですよね。14インチだと個人的には外部ディスプレイが必須だなって感じるぐらいの面積ですね。とはいえ16インチはでかいですよね。だから次買うとしても14インチだとは思うんですが例えば家に性能の高いマシンを置いておいて外出時は別の軽いラップトップを持ち運ぶっていう使い方が理想的ではあると思います。ただ僕の場合性格的に2台の PC を不足なく連携できるとは思えないのでやっぱり MacBook の14インチがもう次の選択肢になってくるのかなと思いますね。ということで全然旬な話題でもない話題だったんですが M1MacBook Pro 14インチを使って1年ぐらい経ったので振り返ってみました。値段が上がりすぎているので今か
買うかっていうと悩むかもしれないですね。実際の使い心地は分かりませんが、スペックだけで見ると M1MacBook Air でも十分以上だと思いますし、 M2MacBook Air ならさらにね大満足なんじゃないかなと思いますね。ただ何台もパソコンを持っていてもうまく使いこなせないと思うんで、買わないとは思うんですけどね。はい、ということでこのチャンネルではこうしたガジェットレビューなど様々な動画をアップしています。ぜひチャンネル登録、それからグッドボタン、またコメントもいただけるととっても励みになります。 Twitter や Instagram などもやっています。こちらも合わせてフォローいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。